おはようございます。本日はバス改造のデイ3か4かデイ4ということにしておきましょうか。とりあえず床をあそこまでばらし終わってます。で今からちょっと僕の師匠の野村さんが手が少し開くそうなんで、ここの手前のこの箱を壊すのを手伝ってくれるそうです。であそこの奥の鉄板はもうほぼ取れてるんで、あれを取って、で僕はその奥の床のここと同じようにこういうビニールのシートがついてるんですけど、それを取っていく作業を行って、なんで取るかっていうと、そこがよいしょ、このタイヤハウスの脇が結構もう床がグズグズになっちゃってるんで、おそらくこれは取り替えないといけないかなっていうのと、この床を一回取ってしまったらすごく綺麗に作り直せるかなっていう気持ちとがあって、とりあえず、まずこの上のシートはいらないので、シートを剥がすところからやっていきたいと思います。まずは、そこに出てるこの間切った鉄板とかを捨てて、プラスチックの奥のエアコンの吹き出し口がついてた部分とかもいらないと思う。このエアコンを残して再利用してっていう気持ちは今のところまだあって、ただここから配管を伸ばしていくっていうことに関してはもうちょっとスリムなパイプでいいのかなっていうふうに思っているので、あんなでっかいのはこうかさばるだけなので、あいつは捨てちゃいます。この判断が後々に大変なことにならないことを祈りつつ捨てちゃいます。というわけで作業していきます。手袋するんだ。デイ1からこのグローブのデビューデイ1からこんなにそれっぽくないな。エアコンの吹き出し口を再利用しようかなって思ったんですけど、そんなに複雑じゃないし、自分でもうまくかっこよく作れそうなんで、これは捨てます。ちょっともうちょっとかっこよく自分で作りたいと思います。よし、じゃあ床おそらくここがミッションの入ってるところなんですけど、この床を剥がしていくのにこれ取るのがちょっと怖いです。でも取るしかないんで取りますけれども怖いです。取れた。今のネジ、このネジは多分また使うから取っとかないとね。よし、剥がす。結構いろんなことくっついてるな。できればこのオートクロージャードアじゃないけど、お客さんを乗せるための運転席から、自動制御できるこの機構も取っちゃいたいんですよね。いらない、ぶっちゃけいらないですよね、これ多分ね。外から中からの出入りをこっちから制御してあげる必要は一切ないんで、これを取ってしたらこのシートも広くなる、この後ろの空間も広く使えるんで、ここも含めてなんだけど、とりあえず切れるところで切ってかな、やっていきます。試そう。
とまあぼちぼち剥がすのは大変そうですけど頑張ります。野村さんにアドバイスをいただいて、まずこいつ外して、その後入り口のこっから床を剥がしていってしまいたいと思います。剥がしていって、剥がせばやっぱり写真も全部見えて、防錆の塗装もしやすいし状況も分かるんで、外しながら壊しながらやっていきます。よいしょ。で、野村さんは野村さんで後ろの部分を壊してくれるそうです。感謝です本当に。配管って切ってました？抜いてました？どっちでもいいって言ってました。じゃあ切っちゃう。ありがとうございます。大体このどれぐらい出てるかな、これ5センチぐらいパイプが出てるで、これの下ぐらいでバスッと切ってもらってもいいって言ってました。了解。ガスで溶断です。溶接じゃないです。溶断。野村さんが溶断をやってくださっています。すごいな。なんで2本ついてるんですか？これは酸素とアセチレンと、もう混ぜたのがそう外で先に出る。熱が溶けるってことですか？野村さんにはお世話になりっぱなしです。自分も自分の仕事をやります。あとは、ここがそうやって上がってきて、ここが剥がせた、ここもで今仕事頼りになる。ありがたい。よし、俺でやるぞ。お、すげえ。わあ、なくなった。すげえ。まだ煙出てる。ここの高さで切ってもらったんですけど、
こより低ければ床張るのにおいて問題ないんで完璧です。ありがたき。よし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 。俺は取れないです。なんかこれ錆びてるビスがあって取れない。頑張ります。あーしゃぶしゃぶだ。さっけさがみとうだ。なんか鉄板みたいなの引いてあるんかな。そんな感じですね。サビでくっついてるんかもわからんね。ああ、サビってくっつくんですね。すごいです。おかげさまで全部取れました。ついに後ろの鉄が。ついにフラットになったんで全部掃除してみて、いや本当にありがとうございます。一回ちょっと綺麗に掃除しましょうか。そうですね、掃除してみます。3時休憩ですね。